こんにちは、みえこです。今日はね、あなたの持っている携帯の大きさに合わせて作れる携帯のポーチを作りましたので、皆様にご紹介しますね。いろんなパターンで作りましたよ。お好きなパターンで作ってみてくださいね。それではこのパターンで作りますね。最初にね、ご自身の携帯ケースに入れたままで線を描いてくださいね。そして描いた線の外側2センチのラインに線を描いて、ここ切りますよ。これが作品の大きさになります。で、これを2枚作ってくださいね。接着できるキルト綿だと綺麗にできますよ。そして布を選びます。まず裏側ね、1枚の布に7ミリぐらいの縫い代をつけて切ります。で、もう1枚はいろいろな布を縫うので、中心あたりに線を描きます。この線を印に布を縫います。順番に布を合わせて配置しますよ。最初に布決めると簡単に作ることができます。配色に少し迷ったら、だいたいこの布いいかなというところでミシンのそばに布持っていきます。そして順番に縫いますよ。縫い代何センチでも大丈夫ですよ。この作品は7ミリぐらいの縫い代で縫いましたよ。で、キルト綿のより7ミリぐらい大きくなるように布切ってくださいね。後からもう一度切るので少し大きく切ると安心です。
これ最後に赤のストライプ縫おうとしたんですが、少し色に迷ってしまっていろいろな布を合わせてみました。どれもいいかなと思ったんですけど、一番最後の布が今回は良さそうだなと思って、この作品にこの布を使いましたよ。そしたらプレスして縫い代を7ミリぐらいにカットします。キルト綿より7ミリ大きくなるように切ります。今度裏布を用意します。裏布は1枚は縫い代トップより 2.5 センチ大きくします。でもう1枚はこれね、一番上だけ 2.5 センチで、残りはトップより7ミリぐらい大きくします。あとはミシンでも手縫いでもいいのでステッチまたはキルトします。はい、このようにできます。そしたら1枚だけトップの布に合わせて裏布を切ります。で、入れ口の部分だけ残しますよ。今回作った作品はこれね、手縫いでログキャビンのパターンを入れて作った作品が一つ。それからこれは簡単に作れるパターンですよ。残ってる布をただ縫っただけです。で、これは四角い布をたくさん縫いました。で、裏と表同じ布を使ってますよ。で、戻って縫いますね。7ミリの縫い代で縫います。その後これね、裏布で布の端を隠します。これね、全部一度に縫わないで両サイド縫って最後に底を縫いましたよ。このようにできたら入れ口部分を裏布で布の端を
隠します。これ手縫いで縫ってあります。ミシンで縫っても大丈夫ですけど、少し小さいので手縫いが綺麗にできますよ。はい、できました。そしたら入れ口部分にスナップボタンをつけます。今回ね、小さいこんな黒いのがあったのでこれつけます。マジックテープでもいいし、ボタンをつけても可愛いですね。では続いて紐作りますね。ちょっと長いですけど、長さは自分で調整してくださいね。布の裏に接着芯を接着します。なるべく厚いとしっかりしたものができますよ。これを折ってミシンでステッチします。もちろん手縫いで縫ってもいいんですよ。で、ミシンで縫ったのがこれです。これを8センチに切ります。でね、これ金具です。だいたい金具の下の部分が1センチぐらいあります。これを手縫いで縫いましたよ。お好みでミシンでも手縫いでもつけてくださいね。はい、このようにできました。ではもう一度見てみましょう。これね、先ほど作った作品ですよ。で、
でこれがログキャビンのパターンを使って作りました。でこれは一番簡単なパターンですよ。そして四角い布をたくさん縫ったパターンね。これ紐は外側につけてみましたよ。お好みで好きなもの作ってくださいね。今日の動画はここまでです。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょうね。またね。では今年も2025年もどうぞよろしくお願いします。